このところ、コロナ禍ということで自粛でうちの中にずっと巣ごもり状態という方も多いのではないかと思いますけれども、そんな中で久しぶりにプラモデルを作ってみようかと思う方もいたと思います。私も長年プラモデルを愛好しておりますけれども、自粛してなくとも私はプラモデルを作ってるわけですが、プラモデルというと、こういうキットを開けますとこんなものが何枚か出てくるわけですね。そしてここを抜いてだんだん組み立てていくと、残るのはこんなものになるわけです。ランナーと呼ばれている部分なんですが、これもしかしゴミにするしかないんですよね。ゴミになってしまうだけではなんかもったいない気がしますよね。そんな用済みのランナーの回収を始めた企業があります。その理由は、回収したランナーをですね、新品のガンプラに生まれ変わらせたいと思っております。この取り組みを始めたのはバンダイナムコグループ。ガンダムシリーズのプラモデル、通称ガンプラは販売開始から40年余りで実に4500種類、7億個以上を売り上げました。ランナーの回収は系列のアミューズメント施設などで行われます。店内の回収ボックスにランナーを入れると、ガンプラいっぱい、ガンプラ楽しい。こうして回収されたランナーはグループの物流企業が静岡の工場へ運びます。回収、運送、再生をすべて国内のグループ企業で行えるのが強みです。リサイクルの方法は3つです。焼却の際の熱で発電し、工場で使うサーマルリサイクル。2つ目はマテリアルリサイクル。こちらのガンダムが今月作られた試作品です。回収したランナーを色ごとに分別。粉砕、溶解し、再びプラモデルを作ります。このランナーをまた溶かして、そしてまたこう圧縮してやればできるというのは、そうはいかないと思うんですね。というのはこの原料というのはスチレンなんですけれども、そこにいろいろなものが混じって、つまりプラモデルの材料としてふさわしいような硬さだとか粘りが出てると思うんです。製品の安全性や品質をできるだけ保証していくというところで考えますと、弊社の方で出させていただいているプラモデルに限って回収をするということで、今は進めさせていただいております。品質を保証するために回収するのはバンダイスピリッツ製品のみになります。しかし、このマテリアルリサイクルで作られるプラスチックは強度が弱く、この写真の黄色いパーツの色がくすんでいるように発色を完全にコントロールはできません。そして、このプロジェクト最大のチャレンジとなるのがケミカルリサイクルです。ケミカルリサイクルにおいては、無色透明な、全く新しいバージン材に、することができますので、色味の制限がなく、好きな色が、もう一回着色できますので、今発売している、新商品同様、しっかりとした色で、色に戻せるというようなところが、大きな違いとなります。こうした取り組みを始めた背景は、石油枯渇問題に対応すべく、代替プラというものを探しておりました。その中で、SDGs という考え方も広く聞く中で、リサイクルというところに着目しまして、お客様から回収させていただいたものを原料として、もう一回やっていこうよということで、つながっていったプロジェクトとなります。確かにプラスチックというのはこれから先いろんな意味での問題になると思いますし、なるべく本当にリサイクルをしてプラスチックを使っていくということに心がけないと先行き暗くなってしまうと思うんです。プラモデルが本当にあと何十年も存在してもらいたいとやっぱり思いますし、子どもたちにも作ってもらいたいと思います。そんな意味でもプラスチックモデルの
無駄が出たランナーの部分などが再利用されるようになったら素晴らしいことだと思います。